だからまあちょっと前からですけど、まあ芸能界のその、なんですか、フリーになる人がどんどん増えてきてるじゃないですか。そのなんか気持ちってわかります？いやー、わかんない人の気持ちは。ただ芸能事務所って10羽人からげに言ったってみんな多分違うと思うんです、会社の体質みたいなのも全然違うし、まあマネージャーさんの職務内容も結構違ったり、現場でお会いするマネージャーさんの雰囲気も本当に社風みたいなのあったりするし、会社の雰囲気によって、人の事情は多分なかなか想像できないですね。その T シャツどうしたんですか？もらいました、ファンの方から。あ、ファンの方から。センスありますね。なんかいただき物とか、まあ身につけるものとか、人それぞれね好みがあるじゃないですか。だからそのいやいただいても自分がその自分の好みをすごい曲げてまでとかって思ったりする瞬間はあるんです、例えば少女漫画とかいただいてもでもなんかもったいない、多分読まないしとか、でもこれはもう親バカ魂に火がついてこりゃいいと思ってなんか最近面白かった YouTube の動画とかないですか？でも歴史系とか結構見ますよ。歴史？昆虫がいつあんな外骨格、僕ら脊椎動物じゃないですか、あの外骨格、外側の殻が体を形成してくれてる、そこにどうやって進化したのか、なんかミッシングリンクって言って、その進化の過程でこれが始祖鳥っていう鳥居さんいるじゃないですか、恐竜が始祖鳥になってそれが鳥になったっていうのは分かるんだけど、恐竜と鳥だけで始祖鳥っていうのが見つかってなかったら、こっちからこっちに進化したっていうのが分かんないじゃないですか、間が。そんないきなり進化できるわけでもないし、この間も分からんし、っていうそのリンクできてないことをミッシングリンクっていうらしいんですよ。昆虫はまさしくそれで、まあ多分昆虫の祖先だろうみたいに言われてるのは昔にいたんだけど、そっからなぜこんな一気に増えだしてとか、なんかようわからんみたいなさ、なんかそんなようわからん動画を見てようわからんくなって寝ました知的好奇心が結構強いですよね。そうですか？好きなものは好き、でもチャット GPT とか全然わからん。じゃあ AI 時代に取り残されていく。もう疎開してます、その時代から今仕事ってどんだけ動いてるんですか？そんなないですよ。そうですか？別に次入る作品、映画の話ってあったっけな。あるにはあるんだけど、まあ急がんでもっていうスタンスを僕は取りすぎてるのかも。でもいいでしょ、どう思います？ガツガツしたところでいい仕事がっていうわけでもないですしね。ではないですけど、でもなんか僕はもっと世に出てほしいですけどね。まあ時期が来たらまた忙しくなるんじゃないですか。まあそんな忙しくならなくてもいいんだけどでもいっぱい俳優さんいるから、ちょっとはでも貪欲になっても。でも貪欲になったとて、じゃあどういうふうにすればいいっていうふうにならないですか？自分で売り込みとかもない仕事じゃないですか。営業行ってとかもないし。そうですよね。ただね、なんかないっすかねって言って、下手な仕事はしたくないんですよ。何でもいいって言ってやっぱやるべきではないと思うから。そうですね。僕も何でもやりたくないですもん。そう、僕も考えた。
はいてめえのことだからいっぱい最初から何もいいやって言ってんじゃなくて、考えて結果だからここの生活、はい、坂上さんがフューチャーしてくれる必要もないぐらい、はい、ここでの生活は得ることがあるから、だから潜伏期間っていうか、またいつか忙しくなったり大役が来た時にがっつりやろう、それまでここでなんかいろいろ得ようって思ってたんですよ。そしたらここまでそれ取るっていうからマジと思ってここまで取るっていうのはこんなにいっぱい。いやこんなにっていうこの生活を取るっていうか、そんないっぱい取ってますね。だから生活を表に出す気はなかったから、はいはい、ここでの生活を、はいはい、悪いことしました？いいよ、大丈夫ですか？だからここでの生活すらも何か仕事になってるって思ったら不思議なもんだなって。ここは仕事とは切り離して、はい、自分が成長する場だと思ってたから、成長もだし充実もだし、はいはい、そしたら毎食飯作れとかなんかもうちょっとやることないんですかとかそんななんかそういう演出が入る。いやそんなこと言ってないですよまあ、食事はもう必ずしますもんね、どっちにしても。わかんないよポテトチップスで済ます版だってあるかもしれないですよ。全然いいですよそれ。いいの？いいですよそれはもちろん。10回に1回はほら9回は作れっていう話じゃないですかでも本当にいいですけどね、ポテチに唐辛子つけて食べててもそんな日があっても本当になんか演出しようなんて思ってないんでね。まあね、はい、従わないしですはい材料何するんですか？今日はミートソース作ります。僕話聞きたいんですよね。何？前長瀞行く時が帰る時にちょっと聞いた、お金好きですかみたいな話をちょっとしてたと思うんですけど、でもしまたなんかお金をいっぱい手にすることがあったら、またちょっと調子に乗った自分に戻っちゃうかもしれないのがちょっと怖い部分があるみたいなことを言われると、なんか、あれすごいいい話だなと思ったんです。良いです。分からんです、それは。でもそんな答えが来るような聞き方ってむずいなと思って。なるほど。今言ったんですけども。まあ、いつか言うかもしれないし、今言われてまたなぞるのも嘘だし。いいんですよ、そんな取れ高気にしないで。取れ高っていうか、まあ急に出てきた東出さんの言葉だったから、それは本当なんだろうなっていう。いいんじゃない？カメラ回ってなくて。すごい量。ミートソースに限らず、なんかナスとか入った
アラビアータっぽいやつとか、はい。パスタソースは僕結構作ってはい。冷凍しとくんです。おー。で東京仕事とか行ってはい。帰ってきてもう何か一から作るのめんどくさい時にパスタだけ茹でて、はい。である程度固めに茹でたやつと、はい、その冷凍したやつをバーッと混ぜて、はい。そうすればすぐ夕飯食べれるから。オリーブオイル、ニンニク、玉ねぎ、バター、オリーブオイルと。鹿は全然癖がないから、はい。なんなら癖がないっていうのはさらっとしちゃうから、バターとかで濃厚さ出したり、あと今日は肉を下茹でするときにちょっと血が残るように、臭み消しもそんなにしなかったし、血が残ってもそれが味だったり旨味だから。そんなやり方もあるんですね。やり方っていうほどではなく、何でも塩梅ですね。でもいっぱい作るようになると大体、あ、これの時ああだったなとか、その塩梅が経験が蓄積されていくと、あ、こうしよう次はとか、玉ねぎがきつね色になったらとか言うけど、はい。まあ今日はもうめんどくさいからめんどくさいから。人参入れちゃう。何かの経験上のかと思ったら。いやもうめんどくさいからきつね色になるまでその、玉ねぎを炒めると甘みが増すっていうんですよね。はい。なんかなんとかかんとかって言ってたな。なんとか反応みたいな。その水分が飛んでどうのこうのって。うん。なんもわかんないけど。なんもわかんないけど。ちょっとでも具材は大きめにしてるんですかね。そう、例えばフードプロセッサはい。ーがあるから、それでムース状というかわーってやっちゃってもいいんだけど、はい。やっぱこれが結構時間経って煮込まれてヘナヘナになって食感の違いがある方が美味しいから、ちょっとずつ大きめにしてる。もう料理手順とかないです。とにかくぶっ込む。うわほんで塩、胡椒、ローリエ、乗れた。シナモン。キノモン。ローリエはキノモン。怒られればいいのに。怒られればいいのにこいつ。タイム、タイム。料理酒、トマト缶、水、よいしょ。で蓋しておしまい。よし、巻きいきますか。はい。わあ。すごい。こういうのってカロリー高いんですかね。いや高くないと思います。ああ。味見。ありがとうございます。はい。
まい。あと最終的にもうちょっとお塩足して、はい。でも水かさが減るのでだいぶ最後はグツグツに。いただきます。うん、うまい。レストランやるか。結果出すな。すごい。おいでおいで。うんちできた。よかったね。今片付けるからちょっと待っててね。もうこれどんな炭水化物と合わせても美味しいですね。そうですね。僕も今同じこと思ってた。これパンにかけて食べてもうまいだろうな。はい。明日狩猟の時はこのソース残ったら、はい。昨日使って途中の使いかけのパン粉があるので、はい。パン粉入れてちょっとハンバーグ風じゃないけどちょっと硬さを出して、はい。でパンに挟んで山持ってきましょおお。塩は足すんですか？う。うん。塩と胡椒と最後オリーブオイルで味整えようかなと思います。ああ。混ぜたらまたぎっしり。うん。肉がすごい。ミートソースですね。うわ。うわ。熱い熱い熱い。じゃあやめやめやめ。宴会です。うん。失敗した。さすがに掴みきれない。オリーブオイル。山盛り。山盛り。はい。うわ、やば。やば。山盛り2つ。うん。やば。やば。双子山。よいしょやば。すごっ。ー。いただきましょう。はい。ちょっといただきます。ほい。
すぎた。いただきまーす。腹減った。うん。うまい。肉。うん。肉。ご飯よ。うまい。はい、どうもありがとうございます。美味しい。